今日は予防接種のためのトラベルクリニックに行ってみたいと思います。皆さんこんにちは、ケンタビのケンタです。今日はですね、準備編ということで予防接種に行ってみたいなと思います。いろいろ調べたんですけども、全国各所に渡航した時の感染症とか予防接種の相談に乗ってくれるトラベルクリニックっていうのがあるらしくて、今日はですね、私の家から一番近い、千葉にある駅中トラベルクリニックさんっていうところにちょっと行ってみたいと思います。なんかホームページ見るといろいろ情報が載っていて、どんな接種ができるかっていうことと、あとクリニックに在庫があるのかどうかみたいなことも全部載っていたので、もしこれから感染症の予防接種を考えている方の参考になればいいなと思っております。注射がね元来大嫌いで、もう考えただけでこの辺がムズムズするんですけども、行かざるを得ないというので、ちょっと行ってみようかなと思います。ではご視聴ください。どうぞ。ケンタビ。すごい大話ですが、これから、トラベルクリニックに行きたいと思います。めっちゃ大雨はい、千葉駅に到着しました。千葉駅の駅中にあるクリニックということなので、ちょっと探してみようかなと思います。どこですか？どこにあるんでしょうか？改札がありますが、外に出ずにエスカレーターですね。なんか4階にあるそうですクリニックまで。いやー、緊張する。ドキドキだわ。駐車場だ。駐車場。ちょっと引き続き探してみたいと思います。すぐ見つかりましたね。ありました。こちらですね。東京ビジネスクリニックさん。千葉駅内にある東京ビジネスクリニックさんで、いろいろ相談したいと思います。ここからはじゃあちょっとビデオオフで後で結果伝えます。はい、ということで、無事接種が完了しました。いろいろ親切に相談に乗ってくれて、すごく気持ちよく受診することができました。でまた1週間後にですね、狂犬病の、接種をしに来ることになってます。それまでいろいろやることも確認しなきゃいけないこともあるので、ちょっとそれをこの後の動画でまとめてお伝えしようかなと思います。いろいろ勉強になってすごい面白かったです。ではまた後で、とりあえずでも注射打った後ちょっと痛いかなと思ったけど、ひとまず今のところ異常なく痛みもなくです。ではまた後でお会いしましょう。ケンタビ。はい、ワクチン接種行ってきました。ですね、実はこれテイク3、4ぐらいです持ってきてから、本当は昨日帰ってきた後撮影したんですけど、なんかね、データが飛んでしまったみたいで、なんか取ったデータがなかったので、次の日また撮り直しております。こういうこともあるよね、本当にね。はい、ということで気を取り直して、海外渡航のワクチン接種1日目、とりあえず行って無事帰ってきました。で最初クリニックの名前が曖昧だったんですけれども、正式には東京ビジネスクリニックペリエ駅中さんということです。非常にですね、受付の人も看護師さんも、お医者さんもみんなすごい親切で、
安心して、気持ちよく診察を受けることができました。で良かった、すごく良くて、待ち時間も完全予約制で待ち時間もほとんどなかったし、受付から最後まで非常にスマートに対応してくれたなと思います。これから海外渡航される予定の方とか、海外でワクチン打たれる方で千葉近辺住んでいる方はぜひ東京ビジネスクリニックさんおすすめです。千葉のね、千葉駅の中にあるクリニックみたいですね。クリニックでした。はい。ただね、ちょっと1点、残念っていうほどではないんですけども、ちょっと事前に教えてくれるとよかったなって思うのは、母子手帳持ってますかって受付で言われて、そのアナウンスがね、ほとんどメールを見返したんですけどなくてですね、いや全然聞いてませんみたいな感じでパーンってなってしまったんですけども、乳幼児期に打ったワクチンの記録とか、おたふく風邪とか水疱瘡とかそういったものに罹患してるか、感染してるかどうかみたいなことが分かると、打たなくていいワクチンも出てくるみたいなので、かかっても免疫獲得されているものであればワクチンを打つ必要がないので、そういった意味で母子手帳があるといいということです。でね、私は帰って昨日母子手帳ね実家から持ってきましたけども、確かにちょっとパラパラって見ただけですけども、かかった病気とかワクチン打った日とかそういったことが書いてあるので、これから行く人はこれ持ってかれると、いいかなと思います。で、今回検討したワクチンなんですけれども、まず A 型肝炎で B 型肝炎で、狂犬病で、日本脳炎、腸チフス、髄膜炎菌、ポリオ、破傷風、麻疹、風疹、黄熱病、11個か11個ですね、10個だと思ってたけど11個でしたねの、ワクチンを検討しました。でこの中で日本で打たなきゃいけないものは日本で打って、最初にタイに行くのでタイの、病院でもすごく安く、ワクチン打てるっていうことなので、ちょっとその使い分けを考えてますってことを相談した結果、何回か複数回打たなきゃいけないものということで、結局ですね、今日は A 型肝炎と B 型肝炎の混合ワクチン1本と、狂犬病ワクチン1本計2本打つことにしました。で、これ選んだっていうか、結局これ打つことにしたっていうのは、 A 型 B 型肝炎のワクチンは全部で3回打たなきゃいけないということで、昨日1回打って、4週後に1回で、それから半年後にもう1回打つそうです。ただ半年後はね、ちょっとどこにいるかわからないので、行った国で打てるといいかなと思うんですけど、A 型 B 型肝炎の混合ワクチンはそんな珍しいワクチンではないということなので、行った国である程度の病院であれば打つことができるんじゃないかということでした。でもう一個、狂犬病も計3回打たなきゃいけないということです。で、狂犬病のワクチンは昨日から1週間後に割とぴったり打たなきゃいけない。でその後そこから3週間後にもう1回ということで、計3回打つんですけれども、昨日打って1週間後に打って、そこから3週間後なので、その3週間後と A 型 B 型肝炎の4週間後がちょうどぶつかるような形で、病院に行く回数を減らすっていうようなことで、そんな形で打ち始めました。A 型 B 型肝炎に関して言うと、単独の A 型肝炎のワクチン B 型肝炎のワクチンっていうのが、別々でもあるし、合わせた同じ1本のワクチンもあるということです。で結局私は混合ワクチンにしたんですけど、注射が嫌いなので値段というよりも回数別々だと2回打たなきゃいけないけど、
混合ワクチンだと1回なので、回数が少ないほどお願いしますっていうことで、混合ワクチンにしました。なんか接種スケジュールによってはもしかしたら別々で打った方が金額が安く上がるかもしれないっていうことなんですけども、混合ワクチンの方が高いかっていうと、そんなことはなくて、これね料金表をもらったんですけども、混合ワクチンが 15,950 円で A 型 B 型肝炎単独は安い方で8,250 円ということなので、混合ワクチン両方打つのであれば混合ワクチンの方が安いっていうようなことのようです。ただB 型1回だけで済むとかそういったことを考えると、トータルでもしかしたら、打つ回数によっては単独で打った方が料金的には安いのかもしれないっていうようなお話でした。はい、ということで昨日はねこっちとこっち1本ずつ打ったんですけれども、狂犬病の方がちょっと痛かったかな。注射自体はそんな変わんないんですけど、打った後の痛みが30分ぐらいはちょっと左の方が痛かったかなっていう気がします。で A 型 B 型肝炎の方はそんなに気にならなかったかなって、思います。なんだったらもしかしたらこっち側はまだ少し痛みがある、ほとんど気にならないですけども、ちょっと痛みがあるかもしれないなっていう感じです。で他の検討したものはポリオとか破傷風、麻疹、風疹なんですけども、これはちょっと、この母子手帳をこれ見ましたらなんか打った形跡もあるので、1週間後の狂犬病打ちに行く時にこれを持って行って聞いてみたいなと思います。なので、一応そんなことでタイで打つのはそれを考えたら日本脳炎と腸チフスと髄膜炎菌はタイで打った方がいいかなっていうような印象です。生ワクチンが麻疹風疹ワクチンと黄熱病ワクチンは生ワクチンらしいです。で生ワクチン自体は1回打ったら次まで1ヶ月空けないと打てないということなので、ちょっとね渡航まで時間が短い人はそこら辺をどういうふうに調整するかみたいなこともありました。でねなんか話聞いたら黄熱病は結構毒性が強いらしくて取り扱える場所が少ないらしいということです。検疫所じゃないと取り扱っていないっていうような話を伺いました。黄熱病に関しては打ってないと入国ができない国、特にアフリカですね、ガーナとかカメルーンとかがエチオピアとかそこら辺が、ルワンダとかも書いてありますね、証明書が必要ということです。で逆に国から出て次の国に行く時もこの接種証明がないと何日間発熱がないことを確認しないと入国できませんとか、そういった行動制限がかかることがあるそうなので、黄熱病はアフリカの方に行くのであれば打った方がいいよっていうふうに、先生は言っておりました。で生ワクチンで毒性が強いっていうような特徴があるので、結構打った後に発熱するみたいなことがあったり体調が悪くなるっていうことがあるそうです。で相談したところ主治医になっていただいた先生は、黄熱病はそういったところもあるから日本で打っていくのがいいんじゃないっていうふうに言われて、昨日まではそっかじゃあちょっとそのアドバイスに従って、日本で打っていこうかなって思っておりましたがですね、調べたところ、ワクチンがめちゃくちゃ高い、っていうことが判明し、日本で打つと35,000円とかだったかな、めっちゃ高いと思って、思いました。でじゃあちょっと
まあタイのスネークファームの金額調べてみようと思ったら、日本円にして6000円ぐらいだったかな。6000円から8000円の間ぐらい、6000円だったかもしれない。6000円ぐらいか。で思った以上に安いと思って、まあね、タイで打っている人も多いみたいなので、ちょっとね先生は日本で打った方がいいっていうふうに言われたけど、基本的には健康体だし、タイで打ってもいいかなっていうふうに、昨日今日で心変わりしております。すいません先生みたいな、感じです。で、皆さん気になる料金なんですが、A 型 B 型混合ワクチンが 15,950円、狂犬病ワクチンこちらも 15,950円ということで、計 31,900円でした。ちょっとねこれだけ聞くとねちょっと高いなって感じもするんですけど、31,900円。まあでもね、これで旅の安全を変えるかって思うと、まあ安いのかなというふうに言い聞かせてですね、これは安全を買うということで必要経費として、接種した次第であります。はい。で来週も狂犬病で15,000円かかって、最後にまた3万円かかるので、やっぱ結構しますね。6、7万、8万円ぐらいしちゃうか。で混合ワクチンじゃないや、黄熱病打ったら10万でしょ。で他のものも打ったらさらに上乗せされるから、それ考えるとやっぱちょっと高いかもしれないですね。タイで打つと、それ4分の1ぐらいで抑えられるってことで、みんなタイで打つっていうような流れのようですね。タイってどうなんですかねみたいなことを今日聞いてみたところ、東南アジアの方ではもう医療先進国っていうことで、全然問題ないよっていうようなことでした。性適合手術とかもやっぱタイで受ける人もが多いし、やっぱそういった意味では医療がね進んでいる国なんだなっていうことを改めて思いました。はい。でね、結構ねいろんなものもらいましたので、ちょっとそれ紹介しようかな。まずねこれじゃじゃん。ワクチン接種スケジュール表っていうのをもらいました。見えないかな、見えないか、ちょっと厳しいかもしれないですけど、今日検討したワクチンが並んでて、マーカー引いてあるのが今日打ったワクチンです。これが次何週後に打つ必要があるよっていうことが、書いてある表をくれました。であとは今回私が打ったワクチンが、国産のワクチンじゃなくて、輸入物のワクチンです。で国産のワクチンは副作用とかがあった時には国が保証してくれるそうなんですけども、輸入物のワクチンに関しては国の保証が対象外になっているということで、その説明書でその時に何かあった時に救済制度ありますよっていうお知らせで、どこが救済するかっていうと、このワクチンを取り扱っている製薬会社さんが、保証しますよっていう内容のものです。であとはさっきお見せした、黄熱病の予防についてのパンフレットですね。でトラベラーズワクチンっていうパンフレットももらいました。これ海外渡航するにあたって感染するリスクがある、病気感染症の、説明とかが一覧で載っててちょっと面白いなって個人的には思っております。ちょっと時間があったら目通してみようかなという
ふうに思ってます。で、さっきお見せしたようにワクチンの接種表、料金表になります。これはね、でもね結構高いのかな。例えば A 型ワクチンだと国産だと8250円だけど、輸入品だと13750円っていう形で結構ね値段差がありますね。髄膜遠近は高い26950円高い方で、輸入物だと19250円高いっすね。これ多分またねタイだとすごく安いんだろうなって思います。いやね、まあしょうがないですよね。はいと言っても。であとね、これなんかパンフレットもらいましたけども、虫よけ加工衣類っていうのがあるらしいです。なんか生地に虫よけのなんか効果があるものを練り込んでいるみたいな、衣類ですね。インセクトシールドジャパンさんっていうところが出してるようなんですけども、このね帽子がちょっとね良さそうだから、まあ多分高いと思うんですけども、ちょっとね見てみてもいいかなって、思いました。まあ、こういったもので感染症蚊とかの媒介を予防するっていうのもありなのかなと思います。で、一番大事なのがこれ、ワクチン接種証明ですね。イエローカードですね。これに接種したワクチンを載せてくれているので、これを多分税関とかで見せるとその国がちゃんと打ってるねっていうのが証明されて入国ができるのかなと思います。なんかこの打ったワクチンは母子手帳にも記載することができるそうで、どっちにしますかって言われたんですけど、母子手帳をその時持ってなかったっていうのと、あとでなんか母子手帳をね持ってくのもちょっとかち悪いところが、ありますので、こっちのちょっとスタイリッシュな、カードを持っていこうかなと思います。これはあれなのかな、母子手帳に書いてあるのを写してくれるのかちょっと分かんないですけど、ちょっとそれは来週確認してみようかなと思います。はい、今日はでもそんな感じかな。はい、ということで同じ話を4回ぐらい、カメラ回してしておりましたがまあ4度目の正直ちゃんと撮れていることを祈ってね、これもまた学びかな、一つ一つ学びかなと思いますが、あんまりやりすぎるとねちょっと心折れるんで、これでなんとか動画を作れるといいかなと思っております。はい、ということでね、やっぱ海外行くのにこのワクチン接種ちょっとどうしたらいいかなってドキドキしていたところがあるので、無事1回目の接種に行くことができてほっとしているのと同時に、なんかだんだん近づいてきたなっていうちょっと実感が湧いてきている次第でございます。で、またちょっと来週打って4週間後に打って黄熱のワクチンとかどうするかもまた考えていきたいなと思うんですけども、タイ渡航した後も接種する体験があったらそれはまた情報発信していこうかなと思いますので、これからまだ私出てないですけれども、これから海外旅行に行こうとか同じようにワクチン打とうって思っている人の参考になったら幸いです。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。思ったらぜひいいねボタンと、チャンネル登録、これからいろいろ情報発信していきたいなと思いますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。